さあ、パート2を始めるよ。前回、ボルネオ島の北半分を確保しました。いつもなら、次はインドシナ侵攻なんですが、イギリスに先を越されて、ビルマ切り取られてます。そこで今回はターゲットを変更。まずはハワイを確保するよ。なお、建設地は最初に予約した大学が残っている状態です。もう少しすると、発動機だのダイナマイトだの、必要なものが増えてきて手が回らなくなるので、大学はこのタイミングで作り切ってしまいたいですね。国内イベントは、維新ジャーナルが進行中、西洋使節団が出発したところでしたね。状況の確認はこんなところですね。では、本編を開始しましょう。さて、ハワイへの戦力投射を開始しましたが、関係レベルが上がるまでは内政を進めます。1000にちょっと足りてないけど、まあ艦隊が1隻増えれば大丈夫だね。公立学校の制定、大成功。このまま大学を建設するのと行政府を建設して学校のレベルを上げるのは、どっちが正解なんだろうね。よし、今回は大学の建設を優先します。学校のレベル上げは後回しです。次は、任命制の官僚を制定するよ。はい、植民地請求権がリチャージされました。まだオーストラリアの準備はできていないので、今回はインドネシアの東ニューギニアを請求します。よし、アイヌを主要文化に追加できるね。ヒンナ。そして使節団が帰国したね。近代化推進者だ。大当たりだね。持ち帰った法案は反ストライキ法でした。ギルド制度よりはマシなので制定するよ。よし、関係レベルが2に到達したよ。ハワイの併合できるジャーナルが有効化したよ。なお、ジャーナルのボタンは影響力にデバフが入るだけのトラップなので押しません。では、ハワイに属国化の要求で宣戦布告するよ。ちなみに最終的には併合するつもり。属国にしておくと、数年おきに内乱鎮圧に呼び出されてお世話が面倒だからね。屈服したね。では、ジャーナルの選択で併合するよ。さて、任命制の官僚の制定だけど、サイコロ運が悪くてちょっと危ない感じだね。ここは最大減税して、アットイベントの確率を下げるよ。そしてオセアニアでの影響力獲得工作は、まだ継続中だよ。艦隊の進路を南に変更せよ。ハワイの領土と戦力投射の組み合わせで、オセアニアの関心レベルを3にできるけど、もう一つ影響国があれば、艦隊をフリーにできるからね。では、フランスにタヒチの移譲を要求するよ。フランス軍は動かない予想だけど、非正規歩兵は更新すべき式なので、武器工場を増築中。駐屯軍の戦力はハワイと同程度。そして、フランスの援軍は間に合わないでしょう。戦闘が始まったよ。敵側の目標は屈辱だけだから、速攻でタヒチを占領して、あとは首都防衛しておけばよいね。上陸は、一発で成功したよ。フランス軍が太平洋に出てくる様子はなさそうだね。おっと、やっとフランス艦隊が来たけど、偵察レベルだね。ここで、幕僚がアンロック。侍の退役ジャーナルの条件を一つ達成だね。どうよ、のこのこやってきたフランス艦隊が敗走していったよ。フランスに勝ったよ。これで戦力投射を解除しても2500オーバーを維持できるね。さて、オーストリア進出の仕込みは完了です。植民地請求権のリチャージは1年ちょっと後で、それまでには影響力も3まで上がるでしょう。弁証法がアンロック。研究速度が上がるね。そして企業枠を獲得したよ。最初の企業は立位にするつもり。設立条件の織物工場を建設予約に追加します。鉄道アンロックだよ。発動機工場も作成しないとね。ちょっと忙しくなってきたね。建設順序を調整しました。任命制の官僚の制定、大成功。減税は終了。税金を取り立てるよ。さて、維新のタイムアウトまであと7年だね。朝鮮の請求権のために侍の退役を進めようか。自社が猛反発しているけど、緩い身分制を制定するよ。自社は政治的譲歩で懐柔します。権力を消費するけど、
身分制自体が後で消滅して一時的だから問題ないね。ちなみに緩い身分制は職業軍人のアンロックのために必要で、職業軍人は弊社のアップグレードのために必要です。そして弊社のアップグレードが侍の退役の条件なんですね。おっと、神仏分離ジャーナルに進捗があるね。神道を故郷として定めたよ。悪名がゼロだとなんかもったいなくて落ち着かないな。というわけで海軍の弱い大臣から飛び地の乱砲を奪うよ。陸軍輸送力がない大臣は日本の侵略を黙って見ているしかないのだ。はい、植民地請求権がリチャージされたよ。これよりオーストラリアへの進出を開始する。請求権を獲得した州への植民を開始します。ちなみにここはマラリア州じゃないから植民はかなり高速に進むよ。緩い身分制の制定も成功したね。さて、大学の建設を優先して共政府は必要最低限しか建設してこなかったのですが、オーストラリアでのイギリス属国との植民地レースが始まってしまいましたね。これより植民地競争に勝利するために公共サービスのレベルアップに着手する。というわけで共政府の建設を追加しています。そして侍の退役ジャーナルのために職業軍人を制定するよ。ちなみに大秦との戦争はランゴーの占領は終わっていて大秦の降伏待ちです。おっと、ロシアが大秦に仕掛けましたね。ロシアが勝ちそうなので台湾の解放要求で介入します。大阪の織物工場が完成したので三井を設立したよ。追加の産業として食品産業を認可する。三井よ、生活必需品の生産は任せたぞ。新対ロシアが開戦、朝鮮がどさくさに独立しようとしてるね。おっと、台湾の要塞レベルが高くて上陸戦力が足りてないね。仕方ない、あとはロシアに任せて内政してよ。キニーネがアンロックしたよ。ニューギニアの植民を開始します。オーストラリアの領土も順調に拡大してるね。日本は手伝ってないけどロシア岩盤へ。そして職業軍人の制定が終わったよ。次はレッセフェールの制定に着手し工業化を加速させるよ。弊社をアップグレードして侍の退役ジャーナルも完了したよ。2つ目の企業のアンロックが近いので住友の設立に必要な工場を予約に入れたよ。公共サービスは植民地関係からレベルアップ中です。おっと、新選組のアップグレード条件を達成したね。本日より新選組を秘密警察に改正する。ランゴ獲得の戦争が終戦したよ。ロシアとの戦争も終わったね。はい、終戦後の国境がこちら。満州はほぼロシアに取られましたね。朝鮮は独立国になり、台湾も同様に独立国家です。次はどこから攻めるべきかな。よし、検討項目が多いのでこれから軍議を執り行う。というわけで作戦会議のため今回はここで終了します。次回はオーストラリアに追加の請求権を主張して今回解放した国家を征服したりする予定。それでは次の動画でまたお会いしましょう。